皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日もお天気が良く暑い一日となりましたが、それでも真夏のような肌を刺すような暑さではなく、日差しも少し和らいできました。それでも庭の気温は35度もありました。実は前日は曇り空で、午後からは強い雨が降り、この雨で夜からの気温はだいぶ下がり、久しぶりに涼しい夜を過ごせました。前回の動画ではピーチプリデのブーケのような可愛い寄せ植えを作っていきましたが、今回はこのひまつりを冬に向けて可愛くなるように仕立てていきます。この時期のひまつりは特に背丈も伸びて、いつもなら葉ももっと茂っているんですが、今年の夏は本当に暑くて、多肉もほとんど下葉を枯らしていますが、ひまつりも例外ではありませんでした。先ほどのひまつりを持ってきました。そして土を用意していますが、実はこの時期ひまつりをカットしておくと、秋に新芽が出て、その新芽が寒くなるにつれて真っ赤に紅葉して、その姿がとても可愛いんです。意外とお水が好きな多肉なので、水持ちのいい花と野菜の土を用意しています。ちなみにこれは去年の9月にカットして3ヶ月後の写真です。コロンとした新芽は真っ赤に紅葉してとても可愛くなっています。それでは今からこのひまつりのカットをしていきます。この時期に伸びたひまつりの茎をカットすることで、葉の脇から新芽がたくさん出てきます。もちろんこのカットしたひまつりも捨てることなく挿し木に使います。カットしたひまつりはそのまま土に挿しても大丈夫なんですが、どうせなら増やしてもっと可愛く育てたいので、葉を2枚残して節々でカットしていきます。この時茎が長く残るように、葉のすぐ上にハサミを入れます。そうすることで茎が長くなり、土に刺しやすくなります。穂先の方は茎が細くなっているため、3、4センチの長さで残しておきます。穂先にはすでに花芽がついているものもありますが、この花芽がついているまま土に挿してあげるだけで花は咲いてくれるので心配はいりません。ちなみにこのひまつりの花は白い小さな可愛い花を咲かせてくれます。このひまつりにはまめに水やりをしていたんですが、それでも今年の暑さのせいか、葉の茂りはあまり良くありません。本当はもっと茎の下の方からカットしたいんですが、葉を残してカットするとなると下葉がかなり枯れているため、どうしても茎の上の方でカットするようになってしまいます。こんな風に下葉を残さずにカットしてしまうと、この暑さで茎が枯れてしまう可能性もありますが、この茎には芽が出ていたため、あえて葉を残さずカットしました。そして今回この鉢は植え替えしないため、土を少し足しておくことにしました。
鉢を揺らして土を平らにならしたら、真ん中のスペースが気になったため、先ほどカットした火祭りを刺しておきました。あとは新芽が出てくるのをこのまま待つだけです。カットした残りの火祭りはこの鉢に刺しておきます。この葉の付け根から新しい芽が出てきます。葉の下に茎を残しているため、刺すのもとても簡単です。全体のバランスを見ながら、カットした火祭りを土に刺していきます。はい、一つ目の鉢が完成しました。こんな感じで軽く土の上に刺しておくだけです。跡がつかえているので2鉢目はちょっと割愛。こんな感じに仕上がりました。カットした火祭りが予想以上に多かったため、もう2鉢追加しました。これで足りると思ったんですが、いざ火祭りを土に刺してみると、今度はカットした火祭りが足りなくなってしまいました。そこで去年増やしておいた火祭りを持ってきました。この火祭りをカットしていきます。先ほどカットした火祭りとは違い、ほんのり葉が赤いのは日陰で管理していたせいでしょうか。それでもやはりこの火祭りの下葉も枯れてしまっていました。ついでなので枯れた下葉もきれいに取り除いておきます。枯れてしまっている葉はこれでもかというほど水分が抜けて硬くなっていました。先ほど少し土を足していますが、それでもまだ鉢の中はスカスカです。もう少し土を足して、空いているスペースが少し気になるので、ここにも火祭りをカットして刺しておこうかな。硬くなっていた土を少しピンセットでほぐして、入れた土となじませておきます。またカットしていくんですが、この時もやはり全体のバランスを見てカットしてくださいね。空いているスペースにカットした火祭りを刺して、去年カットして増やした火祭りの仕立て直しはこれで完了です。はい、ということで今日の動画は火祭りのカット、そして増やす作業に仕立て直しをしていきました。いかがだったでしょうか。火祭りを育てている方はこの時期この作業をしないと絶対に損しますよ。真っ赤に紅葉した葉は寄せ植え映えもするので、ぜひ増やして寄せ植えに使ってみてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。